フィッシャーズシュウグです。のほです。何ですかいきなり米が。本日の、動画なんですけど、うんいや俺ね、これは多分ね気づいちゃったなっていうのがあって、まず1個ね、気づいたことなんだけど、なほねデブなんよね。マジで俺びっくりしたもん。他と比較とかせずに、あ、デブかもって写真見た時に、なんかこの太られてるなって感じて。もう遅い。太られてるって。いついや俺の配慮が足りてないのいつからだって、これ今の喋りの中でもうね、一言目から最初デブ。デブっていうの。せめて「お」をつけないと。今もううるさいから世の中。本当？俺にだけ向けてたとしても、俺がデブ OK だとしても、うん世間が許さないかもしれないよ。大丈夫、戻れるよ。大丈夫。俺もそういうのは気にしないって決めた。俺は君に投げかけてるから。チビとデブでやらせてもらってる。はい、ありがとうございます。カラーも見てよ。プーさんとピクレットや。あ、本当だ。細細だよね。ちっびーだろ。さあ、今日なんですけど、はい僕ね気づいちゃった、うん一個仮説。はい。デブ味分かってない説。いや、もうなめんなよ。分かってんだよ。確かにいっぱい食うのもあるんだけど。なめてんな、マジで。俺さ、家畜と違うよ、マジで。何でも食わせればいいわけじゃないのよ。いやね、やっぱね、思ったの。いや、聞いたし、聞いたし。でも基本的に味分かってないんですよ。そうなんだ。そうで、なんでかっていうと、早食いなんですよ。確かに大食いの早食いじゃないですか。はいはい。咀嚼は少ないかもしれない。でしょ、大食いで早食いの人って、ほぼ目見えてないんですよ。見えてる。見て食ってんだね。活字で選んでるじゃん。もう字で選んで届いたものはそれだと思い込んで食ってるやん。まあメガとか、そうね、サイズには惹かれがちだね。多分ネギ玉牛丼くださいって言ってスパゲッティ来ても食べちゃうのよ。どこにそんな店があるの？紹介してほしいよ。早食いって、もう味感じてないと思う。お腹減った好きなものを体に入れるという作業が好きだから、ほぼトラックみたいなもんなんです。多分味分かってないんじゃないかなって。太られてないからね。そう、分かんない。俺はどっちかっていうと、平均よりやや重いんだけど、全然味わって食えるタイプ、で俺よりやっぱ太られてるから、じゃあ多分味分かってないなって思ってちょっと笑うなよお前。だってもう今横っ腹つまんでるもん、ずっと。そうなんかやっぱさ、触っちゃうんだよね、自分を。気になるの？気になるさ、なんかね、落ち着くのやっぱり。他でこうやって落ち着きを得てるってことは、多分何やってても多分こうやって腹つまんだりとかしてるから、もうってことは多分味分かってないの。分かってる。触りながら食ってるでしょ。確かにそれこそ、野球やってた時とかは体を大きくしなきゃいけないから、例えば合宿とか行くと、米3合食べなさいとか、飯トレってやつだな。飯トレの時とかは、確かに食べれば OK だから味わおうとはしてない。なんかね、人によっては、ふりかけなのか生卵なのか分かんないですけど、いろいろ味変しながらいっぱい食べるという作業ではあったね。今ちょうど出てきたんですけど、今日あなたには、やっぱ味が分かってるのか分かってるっていうのを検証したいと。この米あるんですけど、今からすごいたくさんの種類のふりかけをあなたに食べていただきます。そのふりかけの味を当てていただきたい。例えばさ、メロンソーダ飲む？もうね、ファミレスとか行くと飲むかも。あれさ、メロンじゃなくない？全然ないけどメロンソーダじゃん。色がね。ほら、やっぱ味分かってないわ。色がねって言ったもん今。やっぱもう味で、これメロンソーダなってもうメロンの味じゃなくても分かるんだよ。あれだ、メロンソーダ味なんだ。そう、それはもう分かるじゃん。飲んで、これメロンソーダだなって。今色がねって言ったから、多分色ばっか気にしてるから、目隠ししてメロンソーダ飲んだら多分お味噌汁って言っちゃうんですよ。バカ舌すぎる。舐められてんな。俺もなんか怖くなってきたわ。これから何されるか分かんないから、否定しきれないけど、味噌汁はないと思うけどな。でもやっぱ早食いだから、ふりかけなんか食べるときってさ、もう味わおうと思ってないじゃん。いやー、でも確かにふりかけってね、デブあんま使わないんだよね。そう、デブ使わないの。いらないのよ、もう。でもさ、味は分かるわけ。分かる。で、豪語してるから、じゃあふりかけでその味を当ててもらいたい。オッケー。で、今日たくさんのふりかけを用意してるから、この米にそれをつけて何味かっていうのを当ててもらいたい。任して余裕だよ。ちょっとそれ信用するわ。で、あなたがこれもう、全問正解したらもうさすがに言うことない。で、8割くらい当てても、もう分かってんだな。その味分かった上で食べて太ってんだなっていうのがあるから、今希望
脂希望の脂肪肪でかい系クリエイターの人やっぱいるわけじゃない、いるね、きょうちゃんとかデカキンさんとか、いるね。あの人たちは天然のデブなの。まあそうだね。自分たちでも言ってんだけど、いや絶対そうだと思う。なんだけどあの人たちから見ると俺はどうやら養殖のデブらしくて後で太ってるから、だから多分より後でってとことはあの人たち最初から120ぐらいあるの？でも最初からでかかったらしいよ。小学生の時からそんぐらいあるの？ないでしょ、小学校とか通ってて太ってると変な施設連れてかれる手紙知らない。知らない、来たことない。ない来たことない。なんかあなたは太りすぎだから、週1回そういう運動の施設に行ってくださいみたいな。いやーでもそれもらってる人は見たことあるわ。でも天然じゃないわけでしょ。もうギリギリラインだったよ。あの人らからするともらったことある。後で作られたみたいなそう言われ方なわけそう、そのメンバーにはいなかったから。だからもうだからデカキンさんとかキョウちゃんってもう多分だけどベロないんよ。ついてない。あるよ。多分ついてない。俺もご飯食べてるし見たけど、なんかすごい何でもかんでももう XL がさ XS ぐらいのサイズになっちゃうじゃん。そうね、サイズブレーカーだもんね。でしょ。食べててなんか小食なんだと思って嘘つけ。嘘、全然嘘。絶対嘘つけ。全然嘘。味分かってないだろそう言ってんの。いや、分かりますよ。俺は違うよ。大丈夫。大丈夫、いける余裕で任せろ。じゃあ今からふりかけ用意するんで、全部味当てていただきたいわ。出しますね。結構あるな。13個。味を見破っていただきたい。めちゃくちゃありますよふりかけって。答えはねこっちに僕が持っていますので、何が何だかっていうのはね分かるんですけど、何味か分からない可能性あるから知ってるふりかけじゃないんだよ。まあ今からなおくんには、目の前の白米に、好きなふりかけをかけていただいて、それを食べていただきます。それが何味かという味をね的確にズバリ当てていただきたい。これが分かればおデブはしっかりと味が分かっている。いや、分かるよ。俺デブの誇りにかけて本当に何のためにこの体に課金してきたかった。そうだね。高級ボデーですよ。目の前にですねずらーっとふりかけ並んでますね、はい、これ容器の、後ろにねアルファベットが書かれてます。そのアルファベットはまあ見てれば分かると思うんですけど、それでね答え合わせするんで、もう好きなものを食べていただければいいですか。もう目隠しとかなしでいいですか。なしでいいです。いいですか。もう分かればいい。でもな、味分かってないデブだったらこれでも分かんないもんね。可能性あるよねえ。それではね今からデブ味分からない説をなおくんに打破していただきます。 OK、任せて。6割7割超えられなかったらもう分かってないでいいです。まあ分かりました。7割だね。70%。70%。まあでも今13%あるから10は当ててほしい。13分の10当てたらクリアです。理由だよ。それでは、ご賞味はいただきます。どうぞ。じゃあもうこの端っこからいこうかな。はい。こんなんだって見た目もあるもんな、多少なんと。絶対かければいいんだよ。スポイトの方こんなんいける。いけますよ。もんじゃ屋さんとかにあるやつ。あんな感じでシャッ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 ってかけていただきます。あ、全然かかないです。かかりません。いや、これでも分かるだろう、さすがに。じゃあ一番端っこね。はい。これね、子供が2人いるわけじゃないですか。はい。やつら結構途中でご飯放棄して食べ残したりすることあるんですよ。もったいないから俺食べるんですよ。その中にありましたね。お、じゃあ食べたことあるんですか？あ、絶対ある。いいですよ。商品名までいけると思うよ、これ。本当？じゃあどうぞどうぞいっちゃって。この1番のこの A って書いてあるやつ。はい。この A のふりかけ、のり玉。のり玉。はい。丸みはのり玉です。 A のり玉です。おっしゃ、ほらはい、正解です。ほら A のり玉ですね。ほらこれって覚えておきますね。これですよ、みんな知ってますか？のり玉。はい。まあひよこチップ入りなんで多分ひよこが入ってたかもしれないですね。ひよこ食べたの俺。これはね、幸い知ってるやつが一番最初に来たわ。 A のり玉です。いや、順調な滑り出しですよ。まあこれはやっぱみんな食べたことあるんじゃないかなっていう、ふりかけの代表枠みたいなねえ、やつですよね。これ食べたことない少年少女いないと思うよね。さすがにね、これはねポケモンモデルとかもある。じゃあ次行きましょう。何に行こうかな。いや、これです。 B。 鼻にね、スーンときました。これ美味しいな。大人な感じ。大人な感じ。しかもなんかお茶漬けとかのやつに入れてもいい。これちょっともう一杯いきたい。 B うまい。子供のためだけじゃない。
いい香りするんですよ。しかもさ、わさびのチップみたいなのが入ってますよ、多分。うん。いや、これ俺わさび入ってなかったとしたら、下なんか3ミリぐらいちぎって大丈夫です。本当に？さすがにこれはわさびだと思うけどな。まあ商品名までは分かんないけど、絶対にわさびは入ってると思う。わさびです。 B わさび。はい、わさび。正解です。おっしゃ、ほら、ありがとうございます。さすが。すごい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 。はい、わさびまんまや。しかも羽衣フーズさんのやつ。はい、わさび。これめっちゃ美味しいよ。これ美味しい？うん、うまいよね。やっぱ大人になってわさびのうまさ気づいちゃうもんね。最近さ、海苔巻きとかでさ、知ってるなんか涙巻きみたいなやつ何それ？あるんで、寿司屋とか最近流行ってるのかわかんないけど、わさびのなんか目みたいなやつで刻んで、そのなんか海苔巻きになってるやつがあるんだけど、めっちゃうまくて最近ハマってんのよ。ほら当たった。これ欲しいな。さあ B わさび。はい、基本海苔だからさ、違いが分かんなくなりそう。俺最近さ、醤油とドレッシングやめたんだよ。ああ、なんで塩分のこの1年半で健康診断良くなって尿管結石になってから、ああそうね。俺やっぱ健康なデブでいたいのよ。逆に言うと、その健康じゃないデブにはなろうとはなれますからね。そうなろうと思わなくても勝手になっちゃう。そうなんだよ。究極だと思ってて、俺今究極体だから、ちょっとしたねトッピングに醤油とドレッシングをこう取らないようにしてからすごい敏感になってきたんだよね。急にさ、そういうの抜いてさ、ちょっと塩分が多いやつ食べるとさ、上顎痛くなるんだよ。あ、なる。びっくりする。なんか開くよね。そうそうザラザラみたいなのがさ、そうバッて開いて痛くなる。そう、痛い。なんか無人島とかの帰りに醤油食うとそうなる。だからいい感じに今研ぎ澄まされてる。いいね。この調子でしっかりと味分かってるのかな、今のところ。なんとかね。さあ、こっからどうか。 C か。これむずそうだな。3問目 C です。なんか粒でかっ。でかいね、粒が。ああ、美味しいね。最近のふりかけってこんな美味しいんだね。これ味でいうとおかか味なんですけど、おかかボールみたいなのがいっぱい入ってるの。でかいので、噛むとそのおかかがほどけて、結構いい感じ。おにぎりにしたらそんなかけなくても全体に広がるぐらい味濃いです。おかか味で、でも絶対おかか味、さすがに。いや、怖っ。1つ目の扉は開いても2つ目が開かれない時もありますよ。あ、何？おかか昆布とかかな。もしかしたら何かがあるかもしれませんから、そういうとこまでちょっと考えてやってください。いや、おかかでしょ。おかかしかいなくない肉か。じゃあひき肉みたいな。いやー、おかかだよ。そうやって騙そうとして。いや、僕はしてないですよ。ない？本当に？なんか不安になってきたな。このペースでいかないとな。13個いけないからな。観察大事。おかかです。おかか。絶対おかか。この玉もおかかだよ。3問目 C おかか昆布です。うわー、なんだよバカめ。おかか昆布っていう、本当にその名前があったんだ。そうなんです。おかか昆布でした。悪くないじゃん俺。なんだよ。おかか昆布でしたね。そんな商品があるんだね。悪くないじゃん。いや、正体までは近づけてたじゃん。まあでも間違えました。はい、なるほどね。オッケー。もうどうしましたね。この失敗はでかい。逆に言うとそういうなんか全身の失敗。そうなんか2種類のパターンもあるんだなみたいな。パターンね。そう一緒かそれは。同じだね。次 D ですね。じゃあよし、でかお前も。なんだこれ。どうぞ。 D いただきます。これ間違えるやつないだろ。鮭のみの鮭。本当ですか？本当だよ。ごまとかまで含まれたら鮭ごまとか言われたらちょっと困っちゃうけど、さすがに鮭だよこれは。これなんかお弁当とかおにぎりじゃなくてお弁当のご飯の麺にこうバーって敷いて上に海苔とか敷いてほしいぐらいのちょうどいい味。さすがに鮭ですこれは。正解は鮭。いや、鮭いいだろ。鮭と鮭はこれダメなのこれ。さすがに OK です。びっくりした。さすがに OK です。なあ、漢字テストじゃないんだからさ。いやちょっと鮭って言った時にこれどうしようかなと思ったけど、いやさすがに OK です。分かった。じゃあ次からちゃんと、一応正解だけど、ちゃんと鮭か鮭かも当てるわ。まだあるかもしれないから。だるいなぁ。めんどくせえ。どんどんいきましょうか。いい。いやでも多分メンバーの中ではね、一番ご飯にお金かけてると思うんだわ。外食もわりかし多い方だと思うんで。よし、5個目。でっかお前も。この辺から難しくなってくるかもね。多分
んだん味わかんなくないですよこれむずいわ。おお、むずい。大きな2つの道ね。はたらこなのか明太なのか、まずいはいこれはい。大きな違い。これたらこと明太子は違いますからね。鮭と鮭と違って、やっぱつぶつぶしてたのよ、うん。そもそも鮭ではない、鮭でもない、このつぶつぶ感は絶対にこのたらことか明太のやつなんですよ。やっぱ肉というよりは魚っぽい香り。むずい。でもいいね、食感がつぶつぶプチプチいってて美味しいわ。これ結構でも大人向けかも。これが何かですからね。いや明太じゃないと思う。たらこだと思うな。たらこと明太は自分の中ではどういう明確な違いが？辛いか辛くないかでしょ。はい。そうじゃないの？明太子、まあ基本そうです。そうだよね。明太子が辛い方でたらこが辛くない方っていう認識。まあそれを頼りに。そうで、明太子をたまにいただくケースがあるから辛いって覚えてんだよ。でも明太子じゃないな、たらこだなっていう。僕の30年の人生でそう言ってます。舌がたらこだと思うけどな。でもたらこほにゃららって感じもしない。なんかたらこバターとかいろいろあるわけじゃない。明太バターもありますからね。うわ困った。ないそうわかんない。こう炙り明太とかさ言いそうじゃん。なんか明太子だと思うな、さすがに。いいわ、明太子味。明太子味。いや大丈夫だと思うけどね。たらこと明太子で。あ、間違えた違う、たらこだ。たらこだ。誰ってやるたらこ。たらこだよ。たらこ危ない危ない、違うわ。辛くない方だからたらこだわ。たらこアップだ今。大丈夫ですか今？たらこです。どっちですか？今辛くないからたらこ。え？待ってわかんない。たらこが辛くて明太子が辛くない。逆。明太子が辛くなくて。でシルクが辛いから唇大きくて明太子みたいに言ってるから辛いから赤って覚えて辛くてって言ったことがあった。た。そういや赤いから辛そう関係ないと。辛そうなんだよ。たらこがじゃあ辛くて。じゃあたらこが辛くなくて明太子が辛くなくて。逆たらこが辛い。もう紛らわしい。黙れ明太子。たらこです、これは。たらこ。うん、大丈夫ですか？絶対大丈夫。たらこだよ。これ明太子じゃないから。正解はたらこです。よし、おめでとうございます。ありがとうございます。ほらたらこ。だよ。はい。ありがとう。正解しました。危ないですね。危ね途中からなんか自分が何言ってんだってなっちゃって。明太子って言っちゃいましたけどね。軌道修正したのかな。オッケーです。皆さん覚えましたね、これで。辛くない方がたらこです。はい。じゃあ次 F いきましょう。これ順調なんじゃない？うん。この辺はな、分かりやすいからな。お忠実にリズム守るんだ大事。な。イエス。お前名前なんだっけ？沙織みたいな名前のやつなんだっけ？沙織みたいな、なんだっけ？知らんけど。紫のやつ。紫の沙織みたい。誰だっけ？お前なんだ。人の名前っぽいやつなんだよ。紫の沙織。ちょっと赤っぽいの。違う、紫。あかり？違うな。沙織だよ。沙織じゃないんだけど、沙織なんだっけ？沙織。あ、ゆかりだ。おお、出た。ありがとう、ゆかりさん。誰？高校の時に紫のおにぎり毎日すげえいっぱい持ってくるやつがいて、そいつがよくくれたのおにぎり。だから結構思い出の味かもしれない。ゆかりかもというのがいい。そうで、しかもでもね、オールゆかりじゃないんだよこいつ。なんかごまと海苔と入ってるゆかりなんだわ。あー、ちょっと味変というか、食感を変えてきてる。いや、お前ゆかりだよ。ゆかりです。ゆかり。はい、いいですね。いいでしょう。 F ゆかり。答えは頼む、ここ超えたい。しそです。しそだよ。しそです。わかった。お前原点じゃしそゆかりって呼べ。でございます。メーカーの違いだって絶対しそゆかりっていや、違います。呼んで、ちょっと AI 呼んでこい。しそとゆかりの違いはって。いやー、もうやばいじゃん。もうめっちゃ間違えてるじゃん。おかか昆布とやっぱゆかりしそで間違えてます。いやー、おかか昆布むずかった。はい、ということで、いや、出なかった。しそは出てこなかった。原点。はい、さあ、あと1問ミスったらまずいですよ。やばいって。まずいですよ。いきましょいや、これから先はなんか分かりやすそうなの。う。まだ全然挽回できますね。いつまで間違えられるかな、逆に言うと。次 G かな。はい、いきます。いや、デブ味覚分かってない。味分かってないな、これ。めっちゃ分かんない。何お前、ポテチの周りみたいな味する。おもろい。その見解面白いですね。今まではどちらかというと食材だったけど、お菓子みたいな味する、これ。ごめんだけどあんま好きじゃないかも。今まで王道ばっかだったからさ。そうだね。
急に新しいやつ来たみたいな。わかんない、なんかチーズニンニクみたいな味する。だから芋とかに乗ってたらうまいけどな。これ米じゃなくない？これめっちゃ、これ最難関なんだけど。早いっすよ決めんの。いやいやいや、絶対こいつ一番むずいって。こんなのないもん。めっちゃお菓子みたいなやつすんだけど、これ。はぁ？まあお菓子をお米にかける人いますからね。大概さ、友達がお菓子くれたりとか、ゲーセンでさ、一か八かで取ったお金なかったうまい棒とかね。そう、うまい棒とかを米に砕いてかけてたりしてたのよ。シークの母ちゃんがくれたから。ありましたね、そんなことも。俺がマジで飯食えないと救世主だったんですよ。本当にありがとうございます。ありましたね、ありましたね。もうなんでもいいからかけて食べてたの。いや、実際いいよね、それでも、ね。腹たまりゃいい。たまってたから。本当にご飯用のふりかけ？ふりかけを持ってきてます。そうだよな、マジでわかんない。なんかチーズニンニクポテチみたいな味。チーズニンニクポテチだよこれ。チーズニンニクポテチの、チーズニンニク味。お菓子のザクザク感となんかチーズと卵の間のなんかこうポロポロしたやつと、明らかにニンニク寄りの出汁みたいなのが効いてんのよ。好きな人は好きだけど。じゃあお菓子なんだけどやや大人めってことなんかガーリックなんちゃらみたいな。あこれ当てらんなくない？これ当てられるやついるの？いや、食ったことない人で。んじゃないですかね。マジで？はごめんだけどこれは俺バカだったんかな。当てられるとは思うけど、聞いたことある？これポピュラーなやつじゃないでしょ？めちゃくちゃポピュラーですね。じゃあバカかもしれないな。いや、知ってないことはないですね。やばい、 G が全部持ってった口の中。ちなみに G も H もまあ知ってますよ。今食べてるやつももちろん知ってる。山椒味なのかな。まあ、ヒントをあげますね、はい、これはさすがに山椒は名前に入ってないです。入ってないのか。隠し味系なの？じゃあなんかもはやうなぎ風味みたいなさ、うなぎ味ふりかけみたいなのだったらこの山椒が入ってる意味わかるんだよね。いや、じゃあうなぎじゃね？これうなぎふりかけじゃない？これ当てたらすごいと思うけどな、一発で。でかといってなんか肉っぽい味もしなきゃおかかすぎないし、そろそろこういうのが来てもおかしくないと思うんだようなぎの何かだよね。うなぎの何か。いやでもいいヒント。じゃあ結構、じゃあ俺ほとんど当たってる可能性高くない？その感じ。うなぎのかば焼きとかかな。ちょっと行こう。いやなんか俺がうなぎだと思い始めてからうなぎの味になってきたらだんだんうなぎな気がすると。チアシード効果みたいなやつ来てるよ。プラシーボ。いやこれじゃうなぎのかば焼き味だよ。じゃあ信じたい。この最初の山椒の味と。かば焼きっていろいろありますからね、それで言うと。じゃやめてくれよ。白焼きみたいな。あります。いやでもタレっぽい風味がほんのり。うなぎ味だよ。じゃあわかんない。仮に俺がうなぎ味って言ってなんかうなぎのかば焼き味とうなぎの白焼き味だったらそれは正解だろ。それもじゃあなんかその土下座なりなんにしてほしい。うなぎで買ってんだからな。かば焼き味とか言ってうなぎのかば焼き味でしただったらしょうがないけど、うなぎが当たってんだったらうなぎ味って言って、じゃあうなぎのかば焼きだったら当たりがいいと。 H はうなぎ味。これ当たったらすごいと思うけどな。うなぎ味。答えこちらです。うなぎです。やったー。ほらうなぎ味です。ほらうなぎ。これすごくね。素晴らしい。上に右上見てください。山椒入りかば焼き味って書いてある。俺ちょっと当たってます。味の違いが分かる男かもしれない。素晴らしい。隠し味の山椒も分かってましたね。美味しいね。だいぶ難関だったと思うけどな。うなぎ当てましたね。よし。さあ、調子ここから上げていきたいですね。この正解を聞きに行きましょう。俺が上げていくという俺が合わせていかないといけないからな、お前たち。さあ次、愛です。うわ、むずっ。なんだ、塊出てきた。なあ、あれは余裕でしょ。こいつもでも山椒の味聞いてるな。お名前他に知らない。ちりめんじゃこ。ちりめんじゃこ以外知らない。名前を知らない。僕はもうそれであんまり呼ばないんですけど。じゃあ俺名前知らない。こいつもお前何があるの他に。だって明らかにさ、小魚とさ茶色っぽいさちりめんじゃこほにゃらら何の味がするかを言えばあーってなるかもよ。分かんなくなってきちゃったじゃん。結構重い作業ですからね、こトリュフ茶碗蒸し。れ。トリュフ茶碗蒸しな、絶対分かってないよ。絶対分かってないよ。俺お前ちりめんじゃこ以外名前知らない。ごめん、多分俺のボキャ不足かもしれない。これはちりめんじゃこです。これ間違えたらどうします？ビタイチでやっぱ当ててもらいたいっていうのもあるんで。花椒香るちりめんじゃこ味とかじゃない？いや、そういうのじゃない。やっぱもうダンっていう誰看板を当ててほしいんだよ。じゃこ無理だわ。ちりめんじゃこじゃないっぽいことだけ分かったから。ちりめんしらすだよ。愛。答え、ちりめんしらす。正解はちりめん山椒。じゃこでもしらすでもない山椒。お前もか。
稚魚、しらすを加工したものです。あ、じゃあじゃことしらすは一緒なんだ。ちりめんというのはですね、ちょっとこう縮めたみたいな独特の細かく寄った小さな汁が特徴的なものです。あ、じゃあもう名称なんだ。ちりめんはそうですね、料理名みたいな。J。いやー、これアルファベット順にいったのが間違いだったな。いきます。わからんわからん、ここで来たのお前わからん。これ肉のボールみたいなの入ってるんだ、のり玉の中に。息子がね、パウパトロールって犬のね、ふりかけをよくかけるんですよ。こいつ似たのいた気がするんだよ。だいぶ王道なふりかけ。でもこれさ、名前まで見てないのよ、何味かなんて。まあそりゃそうだよね、ふりかけとかね。何味か分かんない。ある意味もう連想ゲームみたいになってるね。お弁当味分からん。これヒント、料理名ですね。料理名。はい、料理名です。わさび、鮭とかじゃない。なおむずいじゃん。なんかね、カレー味とかだったらさすがに分かるけど、俺もこれもう別にそんなに使う予定ない。ミートボールか。卵とお肉の入った料理ってあるか。そろそろそれが思い出せないな。何卵、のり玉シリーズなんだよ絶対。肉卵、安直な名前じゃもうちょっと可愛い名前つけると思うんだよな。料理名って言いました。料理名でしょ。そう頼んだらそう出てくる。ハムエッグとか。ハムエッグね、朝食にいいですね。朝ごはん。いやでもな、ハムエッグの味かな。振りかけてないもんな。降り注いじゃって降り注いでるね。降り注じゃん。大雨みたいなもんだよ。降り注です。やばい、やりすぎて分かんなくなってる。まあもう一つの目線で言うと、自分だったらこう出すとかね、この商品をこの名前で出した方が好きな人いるんじゃないかとかね、考えてみてもいいかもしれないですね。いやでもふりかけにエッグって言わないと思うんだよ。卵って絶対あんまエッグっていう表現見たことない。ふりかけで。びっくりした。なんだよ、降り注いだ。アイデアが降り注いだ。そぼろだ。卵そぼろみたいな。ああ、卵そぼろかね。鶏そぼろのなんか越長みたいな。卵そぼろだよ。ああ、今すっきりした。出てきましたね。うん、卵そぼろ。卵そぼろだよ。卵そぼろだ。卵そぼろ。卵そぼろだ。大丈夫ですか。はい。じゃあ今食べたの J なんで J。 J 答え。卵そぼろ。正解はこちらです。すき焼きです。バカめ分かってる。やっぱ毎年食べてるじゃないですか、すき焼き。みんなでね、年末鍋やってね。食べてますよね。いいわ、もう何食ってるか分かってないよ。もう10年ぐらいで卵そぼろ食ってましたよ。はぁ。すき焼きでしたね。でもやっぱ丸宮なんだわ。丸宮です。いや、やっぱ丸宮の味は基本全部丸宮が多いかな。今回ね。あー嬉しい。なんか賞味期限が誕生日の日と一緒だ。はい、ということですき焼きでございました。いや、分かんない。さあ次です。よし、 K。 さあ K いきましょう。どうだろうね、好きかな。色は黄色ですね。でもなんか卵っぽい感じだしね、チップっぽいのが持ってますが、いただきます。今日で一番おしとやかな味してる。まあ1個前がすき焼きってのもあるよね。ちょっと濃い味だろうし、あと降り注いだからね。そう、すき焼き降り注いじゃったそうからそうそれ超えるとしたらもう振り込むしかないからね。マジでわかんねえよ。和の味がすごいするな。無駄な出費した。感じ取れなくなってきた味が。なくなってきた。マジで水もう一回言います。すごいわ、商品開発部の人たち。これ毎日やってんでしょ。一番最初とかに行くべき味なの。今日全ジャンルの中で一番おしとやかな味してる。塩わかめともうダメだ。だいぶダメだ。塩わかめはもう何味かわかんないな。塩わかめまた後でね、保留。じゃあ保留しましょう。 K がいけない可能性もある。で K は一旦ゼロで。もうだからすき焼きでバグったかどうかがこの L 食ってわかるわ。そぼろっていう、そぼろじゃねえな、そぼろ丼、三色丼みたいな、それの名前を思い出したらでかい。大丈夫ですか。お腹パンパンになってます。だいぶ塩気が今太ってたね今。よし、L いくよ。さあ L いきましょカレーの味がする。う。おお、これ何カレーだっけな。ひき肉のゴロゴロしたカレー、バトンカレーじゃん。それ何カレーだっけ、お前の名前。もういい、もうこれ味わう必要ないわ。もう
カレーであることは間違いない。間違いないで、ひき肉のカレーのことをまあでもひき肉カレーって言っちゃえばいいんだけど、なんだっけな、マサイ絶対知ってんだよな、あいつんちカレー屋だったから。比較的例えばどっかでカレー食べるってなったらこのカレー食うの、何つけるんだったらこのカレーなんだ、ひき肉カレー。じゃあもうひき肉カレーの名前だけ思い出せないけど、豚ひき肉カレーです。豚ひき肉カレー、答えはこちらで出てこないわ。豚ひき肉カレー、はい、でもカレーであることは間違いない。これカレーじゃなかったらもう本当にもうここで企画終わっていいわ。こちらです。牛カレー。あ、バカめなんで欲張ったんだよ、おい。めっちゃビーフです。豚とか言うからめっちゃビーフです。ビーフカレーじゃん、はいあ牛カレー。あもうこれダメだ、もうほめっらちゃビーフです。これだって格付けチェックとかだったから俺もう画面外よ。めっちゃいい映です。る価値なし。さあ次まだありますから、最後だねこれが。 2個保留してね、飛ばしてるけど一応一番最後までいったね。なんか一番王道のやつきた。焦げてる焦げてる。焦げてるとこ食ったか。これ何々さっきみたいにカレーとかうなぎとかじゃないのよ。これ大人のふりかけだったと大人のふりかけというのという商品名が間違えているんですが、あ、もう早いね漢字ですね。漢字はい、漢字です。これ当てたらすごいよ。今何本間違えてるんだっけ？おかか昆布、しそ、ちりめん山椒、すき焼き、牛カレー。5問間違えてんだけど、いやこれね、3問帳消しにしていい。これ当てたの。これ当てた。でも本当にね、わかんない。マジで。これあったらもう3問帳消しにしていい。いや、ぐらいすごい。当てた。もうちょっと概念な感じするな、じゃあ浅草味とかね。何も主張してこないんだよ、よくもある何も主張してこない。一番真ん中のふりかけもうない。ふりかけって何ふりかけという。だから焙煎ふりかけみたいな。焙煎というか相当じゃあ、これは一旦見たふりかけ。アパふりかけみたいな。アパ社長カレーみたいな。ブランドってブランドだ。でもそっち系だと思うけどな。あ、分かった、ドンキのふりかけだ。ドンキふりかけみたいなのなかったっけ。ドンキふりかけ、まああるかな。ヒントあ、くれるんですか。ヒントあげます。これはもうちょっとむずいんで。むずすぎる。はい。高級なものですね。高級なもの食べたことないもんだって。ああるる。あります。ジョジョ園ふりかけ。高級でなんかそういうなんかね、なんちゃらジョジョ園ソースとかジョジョ園タレとかあるじゃん。ありますね。そのシリーズだ。じゃあ炙ってんだよな。ジョジョ園ふりかけ。ジョジョ園これがないわ。わかりましダメだよ、その平常園ふりかけでしたとか。た。あ、そしたら逆にもう正解にする。焼肉屋の焼肉、そうふりかけ焼肉屋ので正解にします。これはさすがに M のふりかけ。こちらです。正解はこちら。松阪牛。ごめん、松阪牛の人たち焦げてるとか言っちゃった。松阪牛です。松阪牛、お前な、松阪牛って言ったり松阪牛って言ったりさ、マジ肉側に主役置いちゃダメだわ。わからない。わかんない。残ったのがいます。あれもう調整ミスじゃん。もういきます。塩わかめですね。これ塩わかめとして食べてるんだって俺思っちゃうよ。知りたい、逆に。塩わかめです、これは。塩わかめ。塩わかめ。わかりました。塩わかめだよ。これ友達ん家で出てくるんだ結構。塩わかめ。塩わかめが出てきます。正解はこちらです。ポテトチップスのり塩。あなたは塩わかめだと思って。のり塩、半分合ってるじゃん。塩わかめだと思って。半分合ってんじゃん。こんなのあるんだ。だからこれもアンパンチ、はい、これもさ、これも同じ理論だ。同じ理論で、要はお菓子系と。ガーリックなんちゃら味みたいなのあったじゃん。まああるある。ピンクのパッケージ。それじゃね。答えカラムーチョです。カラムーチョ、何それ。辛くなかったよ。カラムーチョは確かに悩まれた時に、あ、お菓子だからちょっと分かんねえのかなってのは思いました、ね。すごいね。だからこの2つ分かんないって。ちょうどお菓子がね分かってないっていうのが、だからそういう意味では普段から俺お菓子食わんのよって言ってたのがまあ立証にはなったかもね。本当でしたっていう。じゃあデブじゃない。デブ。じゃあ味分かんないデブじゃん。そっち行ってないデブ。王道じゃないデブですね。だる。王道だったらそっち分かるんで。ダサ。だから横島なデブ。ダサ。デブは棒が来ちゃダメなんだよ。まあということで、まあさすがにねここまでっていう最終結果といたしましてはですね、まあのりたま、わさび、おかか昆布がミスったんで、鮭あたりましたね。たらこもこれまあゆかりとしそ、まあこれ
しましょう。やったそうだよね、はい OK にします。俺許してよ。はい、これ許します。一緒。はい、うなぎのふりかけも、まあ、当たりました。で、ちりめんじゃことちりめん山椒、これも山椒言ってたんで OK にします。やった、これはね。はい、ちりめん山椒、すき焼きちょっとね、できませんでしたね。まあのり塩もダメ。すき焼き、のり塩、カラムーチョ、牛カレー、松阪牛が5問不正解ということで、やっぱりその普段からあんまり味わってなかった。いやー、そうかもしれない。やっぱ仕事、育児になってよく味わえてないかもしれない。そうちょっとした日に食事を堪能してみたりとかね、俺毎朝納豆ご飯っていうのは聞きました。そうだから、もうちょっといろんなの食べるようにするわ。確かにね。なんか作業になってたハムエッグじゃないもんね、すき焼きは。ひどいな。でもやっぱふりかけって朝ごはんっぽいやつすんだわ。まあそうだね。こっち先に見てどれですかだったらまだいけた気もするけど、いやーでも当てたかったな。今度なんか全ジャンルの肉用意してきてよ。ああ、それも面白いね。牛豚鶏牛豚なんかの羊とかいろんなね、そうアザラシとかありますからね。ゾロシもありますから。ということで、いろいろとやってみた結果、デブはそこそこに味わってる。でも味分かったね。いいご飯をまた食べて、リベンジしましょう。はい、いろんな味を勉強してください。でもマジで一番うまかったの絶対にこいつ。のり玉？いやわさび。それのり玉じゃない？ダメだ。のり玉。この分かってるねー。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドもあるから見てってね。チャンネル登録よろしく。せーのアデュー。オッケー。祭りだ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 